すべては星の定め。ラスティカ、大丈夫だよね。俺は無意識にでもヴィンセントさんを呪ったりしてないよね。大丈夫だよ。クロエは何も呪っていない。心配することはないよ。でも俺はラスティカが思うよりいい子じゃないから。クロエはいい子だよ。今だって君は友達と友達のおじさんの心配をしてる。そんなのただの保身かもしれないじゃん。誰にも責められたくないだけの。それでも心配する気持ちは優しいよ。賢者様、見てください。まるで鏡のように水たまりに美しい夕焼け空が映っていますよ。どういたしまして。賢者様はきっとお好きだと思いまして、それに笑っていてほしくて。賢者様はどう思われますか？世界中を旅してきた僕とクロエをご覧になって。僕も自信を持ってそう思います。ですが、音楽で例えると、楽器が増えるほどに曲を奏でることが難しくなることも事実です。中央ならカイン、東ならファーストで、南ならフィガロ先生、北ならブラッドリーかな。グランベル城に戻った。オズ様、ごめんなさい。俺のせいでアーサーが。言葉を間違うな。お前に非はない。でもいつかあれが後悔したとしても、お前に咎はない。話がある。座れ。
アーサーが中央の城に帰還し、北の果てが吹雪に覆われていた頃、双子が予言した。アーサーは賢者の魔法使いに選ばれ、大いなる厄災との戦いの結果、命を落とす。もう、城に着いたと思うか。アーサーだ。あれが城に着くまでは、嵐を招きたくない。アーサーがたどり着いた頃、お前に全てを話す。少しだけ待っていてくれ。ノスコムニア。オズ。オズよ。何の用だ。陰鬱な声じゃ。墓地を這い回る名もなき亡霊ですら、そのような沈んだ声は出さぬ。心なし、この城も暗く黒ずんで、重たい闇によどんでおる。アーサーがおった頃が夢のようじゃ。立ち去れ。可愛くないのう。八つ当たりをするくらいなら、アーサーを迎えに行けばよいもの。オズが可愛くないのは昔からじゃ。だが、アーサーを拾い育ててから何か変わったように見えた。それも気のせいじゃったかの、オズや。オズよ。突然の終焉ほど物悲しく途方に暮れるものはない。終わることを知っておれば何らかの救いにはなるじゃろう。何の話だ。我ら予言の夢を見た。外れることのない北の双子の予言か。その通りじゃ。我らは未来を予見せし者。すべては星の定め。来たる日々が変異することはない。どうでもいい。私には関わりのないことだ。花の芽吹きを待つ子も、明日の空模様を気にする子も、ここにはもういない。どのような運命が訪れようと、一切の関心はない。かわいそうに、それほどまでに心を割いたか。運命に関心のないそなたは、我らもよく知っておる。そなたは、己を思うことも何かを思うこともなかった。己から世界を遠ざけて、愛も憎しみも知らぬことは、さぞ身軽であったじゃろう。心に財産を持たなければ、心が脅かされることもないからのう。オズよ。我らが予見した未来は、そなたの運命の行く末ではない。アーサーの運命じゃ。せめてもの情けで告げに参った。これ以上心を乱すことが、そなたの本意ではないのなら、我ら、黙したまま帰ろう。この城で育った子のことは忘れてしまえ。アーサーの何を予見した。前途に不吉な影があるのか。アーサーは中央の国の賢者の魔法使いに選ばれる。そして大いなる厄災との戦いで死に石になる。アーサーが石になる。さよう。
さようじゃ。信じられるものか。お前たちの話など信じない。大いなる厄災との戦いはただの儀式に過ぎない。命を奪われるようなことはない。かつてそう言ったのはお前たちだ。だがそう予見した。予見された未来は変わらぬ。残された時間は少ない。悔いのないように過ごせ。アーサーが死ぬ。アーサーが月に認めるものか。我らの予見は外れん。認めるものか。誰かに呼ばれた気がしたけれど、気のせいか。今日はいい日だったな。いつか、叔父上と心からの交流ができそうな気配があった。犠牲を厭わぬ覚悟を示してこそ、得られる信用もあるのだな。オズ様には叱られてしまったけれど、お叱りになる声さえ、懐かしかった。双子の予言は外れない。運命はあらかじめ星の動向によって定められている。私も運命に抗おうとした。断りもわからぬまま世界を掌握する力に介入した。試みは成功したはずだ。私は中央の魔法使いとして選ばれ、紋章も体に浮かび上がった。アーサーの運命のよりしろになれた。そう思っていたが、新しい賢者はアーサーを召喚した。お前のことだ。運命は覆らなかった。そうとも言える。私なら、大いなる厄災ごときに害されるとは思えなかった。私は一度運命を覆した。だが、お前が運命を修復した。お前が恋に何かの力を振るったとは思ってはいない。お前はこの世界に対して無知だ。だが、賢者は魔法使いを導く者。もしもお前にアーサーを無事に導く術があるのならば、どうか、石にしないでくれ。あれはまだ20年も生きていない。あれほど知りたがっているこの世界のことを、まだ何も知らないのだ。
いや、お前が初めてだ。賢者が言うのなら。アーサーが、そんな。オズ様、よくぞお話ししてくださいました。お辛い内容でしたでしょうに。介入。介入って何？中央の魔法使いに選ばれたことに何か理由があると察してはおったが、欲愛から奪うとは。大いなる厄災の力が増したのは、そなたが介入したせいではないのか？宿命は変わらぬもの。それを無理に変えようとして甚大な被害を生んだ。結果、宿命は変えられずに、アーサーは賢者の魔法使いに選ばれた。違うか、オズ？過ぎたことをあれこれ言っても仕方がないでしょう。それが真実かもわからない。オズ、スノー様たちの言う通り、宿命は変わらない。俺はお二人が予見を外したのを見たことがない。2000年も生きていて一度もだ。それでもお前はアーサーを助けたいんだな。ああ。お前がそこまで言うなら、できうる限りのことをしよう。宿命は変わらずとも、引き延ばすことは可能かもしれない。予見の成就は3000年後かも。そこまで遠い先の話ではない。もう少し気を使ってくださいよ。オズがあんな顔をしてるんですよ。昨日は一日異常気象だったし。気休めを言うて何になる？予見は覆ることがない。オズならわからないでしょう。賢者様だって協力してくれる。私もフィガロ様に賛成です。アーサー様の恩義を守護していれば、災いもやすやすと近づいては来ないでしょう。その通りさ。俺たちでアーサーを守ろう。前線から外すよう工夫を凝らしたりして。時には先手を打ってね。西の国や魔法使いノーバについて考えがあるんだけど。何？
ちょっといい？行こう。待て、ここで話した方がいい。いいから、おいで、行こう。内緒話ですか？違う。そうだよ。ここならいいか。ダメだよ、ファウスト。君、言うつもりだっただろう。あなたも話すべきだ。なんて？なんて？あなたの余命の話だ。それとも、本当に嘘だったのか？嘘じゃないよ。だったらなおさら。命が危ないのはアーサーだけじゃない。せめて双子やオズには。言うつもりはない。どうして？彼らに憐れまれるのはごめんだ。知り合いの魔女が以前俺に告げた。おそらく余命わずかだろうと。ルチルとミチルの母親だよ。それからずっと彼女が笑っていても幸福そうでも哀れに見えたんだ。哀れみは蔑みだ。俺はそんな風に見られたくない。特に彼らにはね。蔑みだなんて。それはただの情愛だよ。家族のような人たちなんだろう。違う。大丈夫だ。アーサーを助けよう。あなたがそう言ったように、オズたちだって言ってくれるはずだ。大丈夫だ。フィガロを助けよう。そう言ってもらえばいい。何がいけない？彼らには守れない。俺は多分老衰する。肉体が弱り始めているんだ。誰にも止められないことだ。始まりがある限り終わりがある。それが来ただけだ。でも俺はまだ、俺が終わることを誰にも知られたくないんだよ。ならなぜ僕に話したんだ？さあ、なんでだろう。は？君が考えて。もし分かったら、俺に教えてくれない？何を言って。し、声が大きい。そろそろ部屋に戻るよ。オズたちには話さないで。返事は？嫌だと言ったら君の記憶を奪う。そんなことはさせないでくれ。ああ、そんな顔はしないで。まだすぐには死なない。大丈夫だから。どんな内緒話をなさっているのやら。二人が戻ってくる前に新しいお飲み物をお持ちいたしますね。ほほほ、我らも手伝うとしよう。果物の切れ端をもらえるかもしれんしの。ああ。私も以前問い詰めた。南の国で暮らしやすくするために擬態しているらしい。フィガロはおそらく過去を捨て去りたいのだろう。その過去の中に私はいる。ごめんね、お待たせ。
済んだよ。ね、ファウスト。僕はフィガロ、賢者よ。急ぎこちらへ。大丈夫か、シャイロック。オズ、あなたの魔法で。以前試したが消せなかった。お前にできないことは俺にもできない。でも今日は賢者様がいる。賢者様は大いなる厄災の傷を無効にできるんだろ。助けてあげて。すみません、賢者様。賢者様、落ち着いて。大丈夫だよ、賢者様。落ち着いてゆっくり息をしよう。ファウスト、ここに座ってついたてになって。賢者様にシャイロックを見せないで。わかった。賢者、僕の目を見るんだ。一緒に10秒数えよう。シャイロック、俺から提案があるんだけど、君の痛覚を遮断することはできる。だけど痛みは警告でもある。一時的に君の力を奪うことになる。どうする？俺を信用できる？快楽も苦痛も私のものです。奪わないでくださいな。君のそういうところは好きだよ。耐える遊びも楽しいものです。賢者様、お気になさらず。賢者、わかっている。君はいつも僕たちを助けてくれた。焦らなくていい。炎に触れてみてはどうじゃ。消し止められるかもしれぬ。賢者！ボクスノク。
お前聞いてたのか？シャイロックは感覚も自我も手放したくないと言っていたんだよ。だからなんだ。シャイロックは苦痛を感じず、賢者も悲鳴を上げずに済む。お前が見たくないものに蓋をしただけだ。人の誇りをおもんぱかることなく。大丈夫だ。やけどには慣れてる。それって冗談のつもり？すまんの、賢者よ。正気ではないそなたに言うべきではなかったの。しかし、我ら感激いたしたぞ。そこまで我ら魔法使いのことを案じてくれるとは。賢者様、落ち込まないで。シャイロックはもう大丈夫だよ。だけど、君も辛かったろ。魔法使いノーバの話は、また今度にした方がいい？シャイロックには後で話すことにして、手がかりを2つに絞ったよ。一つは、西の国の将校クラブ。ニコラスが出入りしていたところだ。白い髪の女が目撃されてる。確証はないけど、探る価値がある。アダムズ島出身だと名乗って、島の情報も集めていたようだ。彼に夢中になると島一つ沈むのか。すごい男だな。そなたも知らぬのか？情報通なのに。西の諸島あたりはあまり詳しくないんですよね。オズやファウストもだろ？ああ。ファウストはいい子だね。お前も返事くらいしろ。知らない。アダムズ島の近隣のボルダ島で儀式の跡も見つかってる。ノーバがいた可能性が高い。ここを探ってほしい。できれば中央の魔法使いと西の魔法使いで。そうか。ニコラスの関係者で将校クラブに立ち入るのならカインがいた方がいいのか。逆効果の可能性もあるけどね。ニコラスとは不仲だったみたいだから。もう一つは東の国にかつて存在していた魔法使いギルドだ。ギルドの掟として作られた競泳のルールブックの著者にノーバという名前があったらしい。競泳のルールブック？魔法使いギルドを作ったのがノーバということか。わからない。雨の町にある図書管理所に記述が残っていたそうだ。東の国、雨の町、魔法使いギルド、競泳のルールブック制作、著者、J ページ H ルルー Q ノーバ。名前が同じだけでは。その可能性はある。調べれば、それが確証に変わる。これは、東の魔法使いに頼んでいい？雨の町ならよく行く。調べてこよう。その本はどこかで手に入るのか？残念ながら幻の本だ。出版記録だけが残っていた。噂によると魔法使いが共に栄えるための掟が書かれていたらしい。役には立たなかったようだな。そのギルドはもうないんだろう。
おそらくね。おそらくというのは、いつ亡くなったかもわからないんだ。不審だな。ギルドについても調べよ北の国の魔法使いと南の国の魔法使いは？南の国の魔法使いは、先日ヴィンセントに話した通り、中央の国の首都で人々との交流を行います。人間たちの味方を増やせば、何かあった時に必ず俺たちの希望につながるはずです。北の魔法使いに特に頼み事はありません。言うことを聞かせる方が大変だから。そんなことないもん。我らだって役に立つもん。じゃあ、ノーバとの戦いに備えていてください。ミスラでさえ1対1で勝てなかったそうじゃないですか。オズ以外全滅しますよ。名もなき魔法使いに倒されるような我らではないわ。そなたにもノーバトやらにも目に物見せてくれよう。頼もしいな。賢者様、俺からの話は以上だ。決定権は君にある。俺の案を取ってもいいし、会議をして一から決めてもいいし、君の案を通してもいい。どうしたい？わかった。明日、早速手配しよう。シャイロックは俺が運んでおくよ。賢者様はゆっくり休んで。どうしたの？よいよい、賢者よ。賢者の力は古代より未知の技。操れるものなど存在しておらぬ。そなたはよくやっておる。そうじゃそうじゃ。そなたは優しい子じゃのう。どうしたんだ、ルチル。眠れなくて。レノさんは何をしてるんですか？俺も小腹が空いてな。夜食作ってるところだよ。ほんの少しのうまいもんと、ほんの少しの甘い酒。美味しそう。私もいただいていいですか？もちろんさ。レノさん、ネロさん、ヴィンセント様が言ってたこと、覚えてますか？ん？魔法使いは一緒にいられないって、本当のことなんでしょうか？そうだな。一概に嘘だとは言えない。南の国はうまくいっている。だが、それは開拓の途中だからだとフィガロ先生は言っていた。生活が安定して、それぞれが財産を手にすると周りを疑い始める。そんな時に泥棒が出て、一番最初に疑われるのは魔法使いだ。私たちも一緒にいられなくなると思いますか？どうだろうな。ネロはどう思う？俺は、わかんねえな。俺は一人の方が得意だからさ。誰かと一緒にいるってことは、そのために形を変えることさ。ありのままの魂じゃいられない。ぴったりくっつこうとして、自分の形を歪めたり、
他人の形を歪めようとしちまう。俺はそんなのはごめんだ。だから俺は強制しない。ありのままのネロさんとありのままの誰かさんが一緒にいられるかもしれないのに。どうかな。俺はくじ運が悪いから。魔法使いは一人で生きられる。力が強い魔法使いほど他人に合わせる必要がない。魔法で自然を操って世界を自分に合わせて生きられる。世界を自分に合わせて生きる。強烈な言葉ですね。そうだな。思い通りの世界と自分がそこにあるなら、誰かといるよりも一人で生きる方が楽になるのかもしれない。ま、そう息苦しく考えることはないさ。俺たちが一緒にいられるその間だけ、こうやって静かな夜におしゃべりができりゃいい。そうですね。乾杯。乾杯。乾杯。こんばんは、賢者様。お疲れのご様子ですね。大丈夫ですか？どうかご遠慮なさらずに、賢者様のお心が安らぐよう、一つ美しい音楽を奏でましょう。ええ、楽器は魔法使いによく似ているという話でしたね。違いましたっけ？楽器はそれぞれ個性的な音を持っています。一つだけでも音を奏でられます。そして、他の楽器と音を合わせる必要はありません。ほら、まるで魔法使いでしょ？要素はいくつかありますが、最も肝心なものは指揮者です。そうです。優れた指揮者は、それぞれの音を尊重しながら、時に抑え、時に引き出して、調和させます。指揮者はあらゆる楽器の長所と短所を知っている必要があります。個々の音を幾重にも折り重ね、豊かな音楽にするために、あらゆる音に寛容で、冷酷な必要があります。静かに。さあ、大きく。失礼。驚かせてしまいました。誰かのために、誰かに命令を行い、皆のための音楽を奏でるのが指揮者の仕事です。なんなりと。中央ならカイン、東ならファースト、南ならフィガロ先生、北ならブラッドリーです。
おや？以前お話しいたしましたっけ？僕でしょうね。シャイロック。あの高潔な友人はそれぞれの素晴らしいものを一つにまとめ上げるようなことはしません。彼はバラバラで歪なものに美しさと豊かさを見つけられるのです。ありのままの自由な魂を愛する人。完成や勝利や達成。誰しもが喜び安心するものをシャイロックは店の棚に飾りません。未完成や敗北や未踏。ありのままであったからこそ報われなかったすべての美しいものたち。それらを心から慈しみ敬愛しているのがシャイロックです。おそらく彼は人並み以上に上手に指揮棒を振れるでしょう。ですが彼自身が傷つきます。彼は正解の音を決めて整えることなどしたくないのです。音楽家ですから。